自然と月齢になった先行サーバーレポートの時間です。前回の動画以降、新規人形としてバスティとリュシが追加されました。バスティは3属性のヒーラー、リュシは水の新アタッカーです。そしてペーペシャとフローレンスに上位キーが追加、召喚関連の強化も入りました。前回と同様、性能を細かく掘り下げるというより、ラフに見ていく形で進めていきます。これまでまともなヒーラーが存在しなかった3に追加されたヒーリングサポーターです。さらに、広範囲に3属性マスを設置できる新規人形でもあります。3属性マス、HP 回復、火ダメ、よダメ関連バフ、3属性の支援攻撃まで備えた充実したスキルセットです。バスティの特殊なスキルとして、味方1体を3属性マスの上に瞬間移動させるスキルがあります。上位キーを装備したミシティを移動させる手段になるため、特定のギミックでは有用になる可能性があります。また、固有キーで拘束を1回解除できるため、ウィンドの固有キーによるペナルティを無効化できます。3波については、最近工場ガチャにハープ C が追加されましたが、その直後のバージョンで、より高性能なバスティが実装されたことで、かなり早い段階で立場を失う形になりました。ハーフ C は貫突でないとフェリティアよりやや物足りない性能でもありましたし、そのため、ハープ C のために工場チケットを貯めておく必要はなさそうです。バスティは無凸でも十分に役割を果たし、凸は主に使い勝手やバフ強化が中心。貫突するとサブアタッカーになる、典型的なサポーター型の凸構成です。最近の先行サーバーで最も弱かった濁流に追加された新規アタッカーです。召喚物ギミックを持つ新しい水アタッカーですね。召喚獣である馬と共に攻撃するスキルセットを持っています。水人形らしく再行動ももちろん所持しています。粒子の特徴はスキル威力が HP 依存である点です。従来とは少し異なるやや複雑な計算方式になっています。そのためハルタの HP バフが有効になる一方で、一般的な攻撃力バフの効率が悪いといった問題もあります。持ち武器も攻撃力が一切なく HP のみという少し変わった性能です。 HP オプションが必要になるため事前にパーツを用意したくなりますが、召喚物がセット効果を受けない点が問題です。またリュシは同時に追加された召喚物無化身セットを使用するため、当面は余っている HP 足す会心パーツを適当に集める形で十分そうです。一方で HP 依存という性質上、 HP 増加が無限維持されるハルタゴ凸の価値がさらに上がりました。粒子の凸に関する特徴で、1凸によるダメージ上昇幅が非常に大きいです。そのため 1+1 がコスパの良い選択になりそうです。粒子は水属性の新コンセプトを先行して見せている印象です。今後の水人形次第でどのように完成していくのか、その輪郭が見えてきそうですね。そしてバスティとリュシバージョンでそれぞれ召喚系人形に上位キーが追加されました。まずペーペシャは多少強化はされましたが、メジャーな編成で使えるレベルではありません。フローレンスの上位キーは全ての召喚物にバフを付与し、自身の召喚物も強化する効果を持っています。それ以外にも自身及び部隊全体への火力バフがあります。新しい水人形に召喚物コンセプトを追加することで、属性以外のシナジーも少しずつ増やそうとしているようです。先行サーバーではそういったシナジーがいくつか追加されていますが、現時点ではそこまで強力ではなく、大きな意味を持つほどではありません。例えばウルリド2段上位キーの剣シナジーである烈傷デバフやローレライの狙撃銃ダメージ増加バフなどがあります。属性5人編成がおおむね完成した今、各属性の次なるコンセプトに加え、新しいシナジーによってどれほど多彩な編成が可能になるのか楽しみですね。
種子と同時に先行サーバーには召喚関連の新規セットが追加されました。これでグローバル版に未実装のセットは4つとなります。新規セットのコンセプトはターン外ダメージ、シールド、近接、召喚物の4種です。ターン外ダメージ、シールド、近接セットはおそらくあるはボイマスティナがバージョンで実装されると思われます。その中でも近接セットは条件なしで預かダメージを 12% 上げてくれるため、ダメ押しの後継となる汎用セットとして実装後は多く掘ることになります。新規セットが実装されても効率差が大きく開くことはほとんどないため、多くの既存人形はそのままでも大きな差はありません。セット変更を検討する価値がある人形はこうなります。先行サーバーレポートを始めてから一度も当たったことのないスケジュール予測です。とはいえ、もう順番を入れ替えられそうな人形もあまり残っていません。現在未実装の人形はこの通りで、型イベントの順序はストーリー的に変更できないと仮定すると、レイニーがあるはボイマスティナより前に来るか後に来るか、その程度の差しかなさそうです。ルイスと桜はすでに前倒しされており、バスティとリュシは大型イベントと関係があります。まあ少し前のレナのようにネタバレを全く気にしない日程がまた来るとしたら、予測が崩れる程度は些細な問題かもしれませんね。以上で今回の先行サーバーレポートを終わります。ご視聴ありがとうございました。